1916年、中国の権力者袁世凱が病死しました。一時は皇帝にまで上り詰めた袁世凱ですが、彼が死んだことによってその軍事力を受け継ぐのは誰かという問題が持ち上がってきます。当時の二大勢力は袁世凱の側近だった風国省と段祺瑞、この2人によって激しい跡目争いが行われていくのです。段祺瑞は中央集権的な国家を構想しており、武力を重視する人物。対する風国省は議会による国家を構想しており、話し合いを重視する人物でした。2人とも政府の要職についていたため意見が合わず、次第に政府は分裂していきます。段祺瑞が率いる勢力は、彼の出身地が安徽省だったことから安徽派と呼ばれ、風国省が率いる勢力は彼の出身地が直隶省だったことから直隷派と呼ばれます。こうして革命の中で力をつけた軍事統率者たちが競い合う時代が始まるのです。では、そのような2人を統率する大総統の黎元洪はどのような意見だったかというと、風国省、つまり直隷派に近い意見を持っていました。そんな時にアメリカがやってきて、我々は第一次世界大戦に参戦する、中国も参戦してほしいと言い出したのです。武力を重視する段祺瑞は第一次世界大戦に参戦したい、もしも参戦したら連合国が支援してくれる、そうなれば自分の政権を強化できると考えました。しかし直隷派含む他の将軍たちは、もしも参戦したら段祺瑞の権力が強化される、参戦したくないと考えます。そのような対立の中、段祺瑞は無理やり参戦を推し進めようとしたので、黎元洪が段祺瑞を国務大臣から罷免、北京政府から追い出してしまいました。すると怒った段祺瑞は北京政府からの独立を宣言、中国は分裂を始めたのです。こうなると黎元洪は慌てます。これはまずい、なんとか対抗しなければ、そう考えました。そこで呼び寄せたのが張訓という軍人です。彼を北京に呼び入れて段祺瑞との間を取り持ってもらおうとしました。しかしこの決断がとんでもない結果を生み出します。張訓は超保守派の人物で、新王朝の復活を願い続けていたのです。つまり張訓にとってこれは新王朝復活の絶好の機会でした。北京政府が不安定になっている、今こそ新王朝復活のチャンスだ、そう考えた張訓は北京に入り議会を解散、さらに黎元洪に大総統辞職を迫り、共和制を廃止して、かつて秦の皇帝だった宣統帝溥儀を皇帝に復位させました。新王朝復活です。さすがにこれは想定外の事態です。慌てた黎元洪は再び段祺瑞を国務総理に、風国省を大総統代理に任命し直して張訓を倒してくれと依頼。これを受けて段祺瑞は直ちに討伐軍を組織、あっけなく張訓の軍を打ち破り北京に入りました。復活した新王朝はわずか12日間で崩壊。このような事態を引き起こした黎元洪は立つ瀬がありません。大総統を辞職して風国省が代理で大総統となりましたが、鎮圧で活躍したのは段祺瑞です。発言権を増した段祺瑞が実権を握り、もはや議会は再開されませんでした。こうして力をつけた段祺瑞により、中国は第一次世界大戦への参戦を決定したのです。さて、忘れてはいけないのが蚊帳の外に置かれていた孫文です。一連の流れを外から見ていた孫文は、段祺瑞が議会を廃止した、議会のない政府はダメだ、議会のある政府を新しく作ろうと考えました。こうして孫文は解散させられた国会議員に対して、南に来てくれと依頼。段祺瑞に反発する人々が孫文の呼びかけに応じます。こうして孫文は広東省で臨時政府を作り上げました。これが広東軍政府です。このようにして中国には議会がある孫文の広東軍政府と、議会がない段祺瑞の北京政府、2つの中央政府が生まれることになり、両者が対抗するようになりました。しかし北京政府の中には段祺瑞の安徽派と風国省の直隷派に分かれているという状況なので、主要な派閥は3つです。これら3つの派閥の方針を見てみると、段祺瑞は南に進んで戦って統一するという方針、風国省は戦うことはせずに統一するという方針、孫文は北に進んで戦って統一するという方針でした。ところが中国国内で南北の衝突を嫌う声が高まり、和平が唱えられるようになると、戦いにこだわる孫文と段祺瑞はそれぞれ
関東軍政府と北京政府から追い出されてしまいます。こうして両政府ともに強硬派が追い出されたことにより、残ったのは穏健派。彼らによって南北の停戦が実現し、上海で和議が行われていきます。そんな時に第一次世界大戦が終了、戦後の世界を方向づけるパリ講和会議が開かれます。その講和にはアメリカのウィルソン大統領が提唱した14か条の平和原則が大きな影響を及ぼしました。その中には民族自決の原則や植民地問題の公正な解決といった原則が含まれていたため、中国の人々は中国人が中国のことを決めることができるようになる、帝国主義の時代が終わる、不平等条約を解消できると考えて大きな期待を寄せ、新しい世界に胸を躍らせました。しかし中国の人々の期待は裏切られます。帝国主義の時代は終わらなかったし、不平等条約も解消されなかったのです。特にその怒りが向けられたのが日本でした。第一次世界大戦で日本が占領していた山東半島は中国に返還されることはなく、希望を抱いていた中国人の中には大きな失望と怒りが広がりました。これに抗議するために北京では大集会が開かれて、中国は戦争に勝ったはずだ、権益を返せ、打倒日本帝国主義といった声が上がり、労働者や市民及び学生が一体となって反日運動を展開していきます。このような中国国内の条約調印反対の動きを受けて、パリに送られていた中国の全権代表団は、ドイツと列国の間で結ばれる条約であるベルサイユ条約の条約調印を拒否、抗議する姿勢を示しました。しかしそうなるとドイツとの戦争が終わりません。ということでドイツと単独で交渉して講和条約を締結。この条約によりドイツと中国の間にあった不平等条約関係は解消されます。こうして結ばれた条約は中国が初めて列強と締結した平等な条約でした。そういった意味で中国の外交史上重要な意味を持つ条約となったのです。さらにその後アメリカで行われたワシントン会議で9カ国条約が結ばれました。内容を一言で言えば、日本が中国に進出するのを防ぐという内容になっています。中国の主権、独立、領土保全の尊重を宣言し、中国に対する機会均等、門戸開放の原則が取り決められました。これによって中国の政治には干渉しないという原則が国際的に確認され、日本は中国に山東半島の権益を返還することになりました。こうして東アジアにはワシントン体制と呼ばれる新しい国際秩序が形成されたのです。